今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。最近というか1年ぐらい前かな、海外で大きな話題になったドラマ将軍、皆さんは見ましたか？実は私はしばらくの間見ていなかったのですが、このね、休日の間になんとディズニープラスという、動画配信サービスにお金を払って見始めたんですね。今はエピソード10か9ある中、4ぐらいまで見たんですけど、はいなので半分ぐらい見たんですけど、日本人としてね見るとすごいなと思う部分と、なるほど、海外から見ると日本ってこう見えるのかとね、考えさせられる部分がたくさんありました。今日はネタバレなしで、将軍を見ながら感じた日本文化、歴史、そして鎖国について一緒にゆっくり話していきたいと思います。ちょっとね、見たことがない方のためにざっくりしたあらすじを、お伝えしたいんですけど、この物語はですね、1600年前後の日本を舞台にしています。まだ戦国時代の空気が、ややあり、武士たちが権力争いをしていた時代ですね。その中で一人のイギリス人航海士が日本へ漂着します。彼はね、言葉も文化も全く違う国で生き残ろうとします。そして日本の、権力者たちの政治の世界に少しずつ巻き込まれていくんですね。実はこの物語にはモデルとなった実在人物がいるんです。ウィリアム・アダムズです。日本では三浦按針と呼ばれていました。はい。実はですね、神奈川県の横須賀、鎌倉からだいたい電車で、20分ぐらいのところにある横須賀というね、今は日本の自衛隊とアメリカの海軍の基地がある場所なんですけど、実はその近くには按針塚と呼ばれる場所があります。これは三浦按針のお墓と言われている場所なんですね。横須賀っていうとですね、今やっぱりアメリカ海軍基地とかのイメージっていうのが強いんですけど、実は400年以上前から海外との歴史がある場所でもありました。三浦按針自体に私は行ったことがなかったんですけど、高校の先生もね、ウィリアム・アダムズの話になった時に、横須賀にあるよっていう話をしていたことを今ね思い出しますね。いつかねちょっと行ってみたいなって思っています。さて、将軍を見ていて私が特に印象的だったのは言葉が通じないということですね。皆さんとか、私もなんですけど、今って外国語を勉強しようとするときに、その言葉に対応する自分の国の言葉が何かっていうのが、ある程度わかるじゃないですか。例えば、グッドモーニングがおはようっていうことっていうのは、なんとなくみんな知っているじゃないですか。なので、比較的、勉強しやすいと思うんですよ。あとは翻訳アプリもね、もちろんありますよね。わからなくなったら翻訳アプリを使えばコミュニケーションできますよね。でもその時代って考えてみてほしいんですけど、日本人はまだね、英語を知っている人がすごく少ないし、もちろんイギリス人がね、日本語を知ってるとは思えないですよね。どうやってその言葉を知らない者同士が会話をすることができたのかっていうところは非常に面白いですね。ちょっとね、例にしてあげると、もしもね、
その宇宙人が別の星からやってきて、その人がビューってこうなんか謎のね言語を話しかけてきたときに、どうやってコミュニケーション取るのっていう、そういうレベルの話なんじゃないかなって思うんですよ。英語と日本語ってまるでだって違いますよね。順番だって逆なんだし。はい。なので、その17世紀の日本っていうのは、今よりもっともっと閉鎖的で、翻訳アプリもないし、インターネットもない。本当にね、孤独だったんじゃないかなって思いますね。はい。そんな中ね、少しずつ、コミュニケーションが取れるようになっていくんですけど、それを見て感じることは、やっぱ人間って、やろうと思えば何でもできるんだなっていうことですね。そう、たとえ全く違う国の言語で勉強するね、教科書がなかったとしても、なんとかその言語を学ぶことができちゃうんだなっていうことですね。確かに、自分がね、子供の時って、子供って当然、母国語がまだないわけじゃないですか。生まれてからすぐっていうのは。でも、だんだん親が何を言っているかを理解することができて、そして最終的には自分がそれを発することができるわけじゃないですか。それはね、究極の勉強方法だなって思いますね。はい。なので、結構ね、将軍に関しては、そうやって言語を学びたいと思ってる人にとっては、かなり面白い作品なのかなって思います。はい。さてですね、そしてね、そして結構思ったのは、やっぱりその、侍の時代っていうのは、今の時代よりもっともっと、喋り方っていうのがね、難しかったと思うんですよ。敬語というか、やっぱり、偉い人に対してはすごく厳しい敬語を使わなきゃいけないし、今みたいに、その、タメ口でね、もし喋ったりしたら、大変なことになるわけですよ。当時はすごくね、階級社会で、やっぱり日本も職業の自由っていうのは基本的になくてですね、例えば農民の子は農民、職人の子供は職人、侍の子供は侍。そういう世界で、ずっとやってきたわけなので、そういう中でね、かなり階層がしっかり分けられていて、言葉遣いっていうのもすごく、気をつけなきゃいけなかったわけですね。そうですね。なので、相当難しかっただろうなって想像しますけど、はい。そしてね、ちょっと、将軍の映画の中で描かれている日本と、西洋の文化の違いですね。はい。特にね、やっぱりその17世紀っていうのは、まだまだ戦国時代でですね、侍が刀を持っていた時代なので、えーまあ、他人に対してもね、自分に対してもその刀を向けることっていうのが、一般的だったわけですね。で、現在の私たちから見ると、将軍の世界っていうのは、とても暴力的に見える部分があります。例えば、全く悪くない人の首をいきなり切ったりとか、切腹をしたりとか、命を懸けて責任を取る。こういうことはですね、正直現代の私たちでも、ちょっと怖いなって感じることもあるぐらいですね。しかし、当時っていうのは、名誉がとても重要な時代でした。そしてね、名誉の反対は恥ですね。みんなは恥を非常に恐れていました。いつかね、このことに関しても動画にしたいと思っているんですけど、すごく有名な書籍に、聞くと刀っていう本があって、アメリカ人の人が書いた本なんですけど、日本は恥の文化、西洋は罪の文化っていうふうにね、彼は言い表していたんですけど、やっぱ日本っていうのは、やってはいけないっていうふうに思うことの背景としては、恥ずかしいからやらないっていうのがあるんですね。一方西洋っていうのは、その罪の意識、
それをすることは罪いけないからやれない。そういうふうにね、何かに対してやらない場合に、例えばルールを守るとか、そういう場合に、日本人とね、西洋人で、やっぱなんていうのかな、モチベーションが違うというか、西洋人とね、日本人で、動機が違うって感じですね。なんでやらないのかの動機が違うっていうのは、すごいあるわけですね。ちょっと話が脱線してしまったんですけど、とにかく、日本ではやっぱり名誉がすごく大事。恥を恐れていて、どうやって名誉ある死を迎えられるかっていうのがすごく重要だったんですね。そしてですね、どう生きるかよりも、どう死ぬかが重要だった部分もあります。面白いですね。はい。人によっては、そういう切腹の文化とかは理解できないかもしれませんが、鎌倉時代とかもですね、やっぱり、一族みんなね、切腹するみたいなこともあったわけですね。それはやっぱり侍の時代だからですね。はい。そしてですね、海外の視聴者の方が驚く部分としては、女性と性に関する文化もあると思います。もちろんこれに関しては、昨今に関しても、同様かなって思うんですけど、当時の日本では、遊郭とか性的サービスの文化がある程度社会に組み込まれていました。現代の感覚だとね、もちろん驚く人も多いと思います。もちろん今のね、例えば日本の政治家が、そういう、性的なサービスっていうのが、なんか、すごく公になってたりしたらちょっとって思うけど、当時のね、感覚だと、それはね、すごく普通のことでした。ただ、もしかすると、これは単純に、日本が特別だったというよりかは、当時の世界全体っていうのが、今とは全く違う価値観で動いていたと考えた方が、自然かもしれません。おそらくね、世界で共通して、今とは違ったね、価値観で動いていたのかもしれませんね。はい。さてですね、将軍の時代、日本は実は非常に危険な時代でした。というのも、世界ではですね、いわゆる大航海時代で、皆さんね、どんどん自分の領地を広げていくためにですね、船で旅に出かけて、アジアのね、新しい植民地を見つけるっていう風な、そういうブームがあったと思うんですね。スペイン、ポルトガル、イギリス、オランダ、多くの国がアジア、アフリカ、そして南米へとね、進出していましたね。そして日本にもキリスト教宣教師や商人がやってきます。最初は新しい文化、新しい技術として歓迎されていた部分もありました。しかし次第に日本側はこれは単なる交流ではないのではと警戒するようになりました。現在ではですね、鎖国という言葉にどうだろうね。最近はやっぱり海外、ちょっとね、やっぱり日本がだんだん、円安円の力が弱くなってきて、経済もあんまり良くない中、たくさんのね、外国人の人が、来る。それちょっと治安も悪くなっちゃったりもしている。あとは、日本人よりも海外の人の方が、なぜか社会制度を受けることができるとか、どれぐらい本当かはわからないんですけど、メディアのそういう報道もあって、ちょっとね、中には、やっぱり日本はもう一回鎖国するべきだ、みたいな風に言う人もいるようにもなってきましたね。鎖国っていうのは、海外を、拒絶した政策で、もちろんちょっと一昔前まではですね、やっぱ鎖国と聞くとネガティブなイメージで、日本っていうのはちょっと遅れた政策だったのかなって考える人もいたと思うんですけど、多分当時の日本からすると、
自分たちの国を守るための選択でもあったんじゃないかなって思います。実際アジアの多くの国々っていうのは、その後植民地化されてきましたね。そう考えると日本の鎖国は単純にね、外国が嫌いだったっていう話ではなく、恐怖と、自衛の感覚もあったのではないかと私は思います。やっぱりね、いろいろな方が言うのは、日本っていうのは日本だけがすごくね、ユニークだっていう風に言ってくれる人がいるんですね。もちろんね、それは多分私の周りにいる人がもう超日本大好きみたいな人ばっかりだから、ちょっとね、お世辞というか持って話してくれてるところもあるのかもしれないんですけど、ただやっぱり日本っていうのはその日本固有の文化が残り続けているところがやっぱり西洋の国からするとすごく魅力的に映るようですね。やっぱり他の国っていうのはどこも、他のどこかの国の植民地だったっていう文化もあって、やっぱりアジアであってもちょっとね、西洋っぽい文化があったりとか、ミックスされたようなところがあると思うんですけど、日本に関してはそのやっぱり鎖国の期間のおかげで独自のね、やっぱり美術感覚とか独自の文化、独自のなんて言うんだろうな、建設様式とか独自の数えたらキリがないっていうほど出てこなかったんですけど、独自の衣服とかもそうですよね。着物っていうものを着てたっていう。やっぱりそういうものが200年のおかげで守ってくることができたんじゃないかなって思います。はい。ということで本日のまとめなんですけど、このね、将軍っていうのは、単なる侍ドラマではなく、異文化とどう向き合うかを考えさせられる作品だと感じました。そして日本人の私自身も、日本って不思議な国だなっていうのを、改めて感じました。そしてね、かなり将軍は、もちろん日本のすごくね、海外との違いっていうのをかなり凝縮して、章にしてるんですけど、ただ別にそれは結構事実に基づいたものだなって思いますね。そう、すごく脚色されていない。なので結構ね、おすすめかな。もし見たことがないという方がいたらおすすめですね。はい。そしてもしもう見たことがあるって方は、それを初めて見たとき、どんな印象を持ちましたか？ぜひね、ネタバレなしでコメントいただけると嬉しいです。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。